しっかり狙って乗ってみると、プリミティアプレイヤーエールです。今回はポポイを作ってみようと思います。マリオ64に出てくる敵キャラですね。人を上に吹き飛ばす動きをいい感じに再現したいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは私が乗ると上に持ち上げて吹き飛ばす仕組みを作りましょう。こんな感じで両軸化したモーターの軸をベアリングのバネで軽く固定して軸が下向きに動くとコンデンサから通電して跳ね上がるようにしました。足場を薄い軽量プラスチックにして乗ってみると、足場が薄すぎたのか貫通してしまって飛びません。もう少し足場を厚くしましょう。まだダメですね。さらに分厚くするとどうでしょうか。よし、私を吹き飛ばしてくれました。この状態からもう少し厚みを薄くしてより高く吹き飛ばされるようにしました。吹き飛ばしの仕組みはこれで良さそうです。でもこれでは1回しか飛べないので、コンデンサを充電させるバッテリーを追加しましょう。こうすると、1回吹き飛ばした後、少し時間を置けば、もう一度飛べるようになります。でも、板がひっくり返って戻らなくなることがあるので、バネの張力の調整や、ゴムのストッパーを追加していくことで、ちゃんと戻ってくるようにしました。では、ここからは、前に進ませるための動力の仕組みを作りましょう。ここはシンプルに、後ろに両軸化したモーターを配置して、タイヤで進むようにします。そして、原作のポポイと同じように、タイヤの回転と連動して回る、ゼンマイのつまみを動かすために、歯車をつけておきます。こちらに電気を流すと、ちゃんと歯車が噛み合って、回ってくれています。回転数を測ってみると、小さい歯車は 480rpm、大きい歯車は 100rpm くらいで回ってくれていました。こちらの固定を解除すると、前につけたゴムのせいで進んでくれませんでした。そこでゴムの下にベアリングのタイヤをつけましょう。これならどうでしょうか。しっかり進んでくれました。せっかくなので、進んでいる状態で上に乗ってみましょう。おっと、重量が軽すぎたのか、本体ごと跳ね上がってしまいました。こうならないように、石を追加して、重量を重くしましょう。この状態で試してみると、ダメですね。まだ軽いみたいです。だったらさらに重いタングステンの重りを追加するとどうでしょうか。よし、今度はちゃんと跳ね上げてくれました。これで重さは十分みたいです。しかし、重すぎるせいで、不動用のモーターを回しても、前に進んでくれません。なんとか前に進んでくれるように、後ろ側にはゴムを重ねた滑らかなタイヤをつけて、前側には複数のベアリングを組み合わせたぐねっとなりにくいタイヤを追加しました。この状態でもう一度試してみると、よし、重いはずですが、しっかり動いてくれました。動いているところに向かって乗ってみると、おっと、壊れてしまいました。でも、それから何度か試すと、だいたい問題なく動いてくれました。仕組みはこれで良さそうです。ついでに火のかけらを使ったゼンマイのつまみを追加しましょう。こうすることで、前に進んだ時に、原作のポポイと同じように、くるくる回ってくれます。ここからさらに、動きをオンオフするための
トグルスイッチをつけましょう。水晶とコンデンサー、トリガースイッチを利用したカチカチ押すために帯電したコンデンサが入れ替わるラッチ回路を利用して片方のコンデンサが帯電したときトランジスタを通じてバッテリーからモーターに電気が流れるようにしました。これなら可動部品を使うことなくトリガースイッチをカチカチするだけでオンオフを繰り返すことができました。これで仕組みはすべてできたので最後は原作の色の近いレンガを使ってポポイっぽくなるように飾り付けていきましょう。四角いレンガのかけらをたくさん貼り付けることでマリオ64に出てきた時のような丸みを再現して独特な表情も色の近い部品でそれっぽく作っておきました。よし、これで完成です。早速乗ってみましょう。若干壊れていますがちゃんと吹き飛ばしてくれています。帰ってきてもう一度乗っても壊れながら吹き飛ばしてくれました。今度は動かしながら乗ってみるとよし、運が良かったのか壊れずに吹き飛ばしてくれました。これだけできればポポイということにしてあげてもいいんじゃないでしょうか。今度はカメラを追従させた状態でどれだけ飛べるか試してみましょう。しっかり狙って乗ってみるとなかなかのジャンプ力です。設計図機能を使えばたくさん呼び出して同時に動かすこともできますがたくさんのパーツを使っているのでかなり動作が重くなります。それでも怪しい顔をしたたくさんのポポイが並んで進んでいるところは迫力がありますね。走るポポイは十分楽しめたので今度はタングステンの刃を追加して草を攻撃してみましょう。草は吹き飛んでいますがタングステンの刃は当たっていないみたいです。そこでいつものように巨大な木から狙っていきましょう。足場を跳ね上げた時にタングステンの刃が当たるように調整しながらコツコツ当てまくっていくとよし、木を破壊できました。攻撃に使うこともできるんですね。続いてドローン工場の壁です。こちらも紹介したポポイを使ってタングステンの刃を当てていくとピアスで破壊完了です。そして風力発生機の方はよし、うまく当たってくれたのか一撃で粉砕できました。なかなかの攻撃力ですね。それでは次はこちらのザコキャラの大群を狙ってポポイで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。スイッチを入れてザコキャラたちの方に向かわせるとなるほど、意外とパワーがあるおかげでどんどん押していっています。でもこのままではただ押していくだけなので私が乗って足場を跳ね上げてみるとザコキャラも少しだけ浮き上がらせることができました。ちなみに私の視点だとこんな感じです。スイッチを入れるときどうやってもオンにならないことがあるのでその時は一旦ロードしましょう。ちゃんとオンにできればゆっくり前に進んでいってザコキャラを押していきます。私が飛び乗るとポポイがひっくり返りました。珍しい現象ですね。それでは最後はイエロースライムに効くように足場に銀の刃を追加したらこちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。ゆっくり近づけながらちょうどいいところで足場を動かすとやったー、
7529ダメージ。巨大スライムを倒しました。振り上げた銀の刃が、しっかり一を両断してくれたみたいです。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、ポポイさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。おっと、動かしてしまいました。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしています。